スタジオ延期チャンネル始まりましたね。始まりました。皆様こんにちは。今回パートナーを務める天渡仁です。そして画面に映っている方がブリーティングメソッドスタジオ延期代表の岩田健二さんです。岩田さん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは私が紹介するよりご自身の自己紹介の方がよろしいかと思います。はい。それではお願いします。はい、わかりました。ブリーティングメソッドスタジオ延期代表の岩田健二です。この度、スタジオ延期のチャンネルを開設することになりました。このチャンネルでは呼吸法やあと気功ですね、この実践を行ったりとか、あとインド哲学や道教の教えなどをお伝えしたり、あと皆さんをですね、誘導して、瞑想をね、行ったり、あと、Q&A を募集して、質問やお悩みなどにね、お答えしていきたいなと思っています。ぜひとも登録の方、チャンネル登録ですね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それではですね、はい、まずはじめにいろいろ聞いていきたいことがありますけれども、はい、まずですね、ブリーティングメソッドとは呼吸法という意味でよかったですよね。はい、そうですね。はい、そしてスタジオ延期ではいろいろなことを教えられると思いますが、このメインは基本呼吸法ということなんでしょうか。そうですね。呼吸法をベースにして、瞑想とか、あと気功を行っていきますね。なるほどですね。基本が呼吸法ということですね。はい、そうですね。で、それでですね、まずその呼吸法について少し、どういったものかとか、少しお話ししていただきたいと思います。はい。ではね、スタジオ延期ではですね、大きく分けると2つの呼吸法があります。一つは、陰の気を操る古式マスターヨガというヨガの呼吸法ですね。と、あと、陽の気を操る武闘派太極内丹法という内丹法の呼吸法になります。はい。で、古式マスターヨガの方は、約3500年前に南インドのケララ州というところがありまして、そこのね、一部のバラモンのために開発された呼吸法になります。はい。そうなんです。で、あともう一つが、約7、800年前ですね、中国に張三宝という、少林寺のお坊さんがいまして、この方がですね、武当山という今でいうところの道教の聖地ですねの山で、太極拳を創設して、この太極拳の要となるのがこの武闘派太極内丹法の呼吸法になるんですね。はい、そんな感じです。なるほど。バラモンとか、太極とか結構要は歴史がある呼吸法っていうか、古くから伝わってきた呼吸法ということですね。そうですね、古い歴史はありますよね。要はこのスタジオ延期では、この2つの呼吸法を使って行うということですね。そうですね。そして今のお話の中で、陰の気、陽の気とありましたけども、これについてちょっともう少し聞いてみたいです。わかりました。陰の気と陽の気を、簡単に分かりやすくね、説明していきますと、まず僕たちのこの体を瓶に例えます。で、瓶の中に 30% の水が入っていると想像してください。で、その水自体が陰の気になります。で、この陰の気をですね、呼吸法を使ってどんどん増やしていくんですね。増えるとどういうことが起こるかというと、まずね、気力が強くなって、あと人としての器、いわゆる気量ですね、気量が大きくなってきます。で、気量とかね、大きくなってきますので、すごく何事にも動じなくなったりとか、あと、何者だこいつみたいな、そういうね、ちょっとすごいオーラを出したりとか、行動がすごくパワフルになったりもします。で、その水にですね、丹田というところで火を起こすとお湯ができるんですね。そのお湯が、陽の気になります。で、分かりやすく例えると、元テニスプレーの松岡修造っているじゃないですか。あの人って何に対しても真剣に、ね、集中して行うっていうイメージがありますよね。そうですね。分かりやすく言うとああいう感じで、何事にもね、本気で取り組んで、あと集中もすごく深まる。そう
そういうことによって、物事をやり遂げる力ですね、がすごく強くなりますし、やっぱりもう何事にも本気で取り組めますので、人からもね、ちょっと違っていい意味ですごく一目置かれる存在にはなってきますよね。なるほど。松岡修造さんのようにすごい分かりやすいじゃないですかね、松岡修造。パワフルですよね。わかりました。ちょっと繰り返しますけども、要は普通の状態だと、普通の人はっていうか普通の状態だと3割ぐらいしかない、要は気のエネルギーですかね、気のエネルギーが3割ぐらいしかないのを呼吸法でどんどん入れて、それを充満させていくっていうような感じにして、さらにそこでまた呼吸法で熱して、変化させるっていうか強くして、陽という白い気に変えていくっていうことで、ですかね。そうですね。そんな感じです。わかりました。ありがとうございます。はい。ということで、呼吸のことをちょっと今は入ってもらいましたが、ただ今呼吸の話でしたけども、そしてどうなるか、パワフルになるっていうのは分かりましたけども、少し具体的にどのような感じになっていく、呼吸をするとどうなっていくのかっていうのをもう少しお話ししてもらってもいいですかね。わかりました。健康、分かりやすく健康面で言いますと、例えば、リラックス効果であったり、集中力が増したりとかはもちろんですけども、あとリンパの流れとか血流ですね、が良くなりますので、老廃物とか、あとその毒素のデトックスですね。あと分泌腺とかも活発になってきますので、その免疫力が強化されて、あと免疫力が強化されるということは疲労回復、あと健康維持にもつながっていきます。なるほど。じゃあ気力とかっていうよりは、その健康や美容にもいい感じですね。そうですね。もう気力ももちろんつきますし、さらに健康にももちろんいいですよね。それだけじゃなくて、先ほど言ったみたいにヨガ、うちのね、そのスタジオ延期でやってる呼吸法は、ヨガの呼吸法でもあるんですね。で、そのヨガの語源となるのが、いわゆるつながりっていう、意味がありまして、その他にも、あと、くびきですね。くびきっていう意味があって、それはどういう意味かというと、よく荷物をね、引く牛とか馬とかいますよね。牛とか馬の首にねつける道具があるんですよ。その道具を使って牛や馬をコントロールする、道具なんですけども、でそれをねヨガに例えます。ヨガ、人間っていうのはすごくエゴ、潜在意識ですね。エゴにすごく振り回されるじゃないですか。例えばもう全然ね、怒りたくないのにもうなんか怒りがふつふつと出てきたりとか、なんかネガティブなね感情って皆さん出ちゃうと思うんですよ。自分と全然思ってなくても出たりとか、どっぷりとねそれにはまるっていうのがあるんですけど、その感情にね。でもそのねエゴがなくなれば、やはり人生楽に楽しく生きれるじゃないですか。分かりやすく言うと、そのためにそのヨガはありますよみたいな。すごい生きやすくしますよ。自分の心の動きを抑制して抑えてコントロールして、より良い人生生きていきましょうねみたいな感じですよね。なるほど。そうか、呼吸法はパワフルだけではなくて、肉体的なエネルギー、調整するっていう感じですかね。そうですね、調整もそうですね。だし、さらにこの意識の面、精神とかそのエゴとか、もしくは深い部分の意識ですかね、その辺もコントロールできるっていうのになるってことですかね。そうですね。最終的にはやっぱり意識をしっかりとコントロールすることが、一番重要になってきます。なるほど。わかりました。それで実はこれは少し前にですね、聞いてたことだったんですが、その時にすごいなと思ってたんですよ。コントロール、品を高めたり。だから、ただね、すごいけども、実際どんなことにね、役立つのかなとかっても考えたりとかしてて、で、
あ、こんな人に合ってるのかなとかっていうことも考えたりしたところですね。ちょっと今日はその辺をですね、確認して聞いていってみたいと思います。わかりました。はい。で、私がいくつかあるんですが、まあ、このような人にとっていいのかなと思ったことをちょっと聞いていきます。まずですね、最初が、まあ、皆さんもね、抱えてるかもしれません。この現代病のようなね、まあ、あるのが普通になってる、ストレス、ストレスを感じてる人っていうかね、このストレスなんですが、いろいろあると思うんですよね。で、肉体的にね、何か影響出てる人もいるし、まあ、精神的に辛いっていうだけの人もいるかもしれませんけど、このような人たちに、やっぱ呼吸はいいのかなと思ったんですよね。もちろんですね、やっぱりストレス、まあ、イコール、まあ、悩みとか不安とか、ね、恐れとか、そういうネガティブな感情なんですけども、結局そういう状況の人たちっていうのは、その恐れとか不安にフォーカスしてるわけですよ。で、よりこう入り込んでしまうので、どんどんそれね、ストレスが溜まって、恐れだったらもうどんどん怖くなってしまうんですね。なんですけど、呼吸をすることによって、さっき言ったみたいに気力とか器が大きくなってきます。そうすると、それに比例して、この視野がね、どんどん広くなっていくんですよね。だからここにあるこの悩み、これね、これを見るその視野がどんどんこう多角的に見れるようになってきます。今までこんなちっちゃくね見てたのが大きくなっていくので、まあ、いろんな角度から見れますよね。そうすると今まですごく大きなね問題だったと思ったその悩みも実はそんなこともない。違う角度で見れば解決できるっていうのがね分かってくるので、まあ、そういう意味ではすごくストレスとかには向いてますよね。なるほど。まあ見る角度っていうか、まあ、変わったり、視野が広がるということによって、まあそういうことが改善されるっていうことですね。そういうことですね。わかりました。そして次なんですが、これはですね、私が実は子供の頃ね、そうだったんですけど、気が弱いとかね、あとは自信がないとか、あと人前ですごい緊張するような時があったりしたんですが、まあ現代でもやっぱりいろんなそういう症状ね、そういう方いると思います。ただまあ人前で緊張しすぎるっていう方はもう本当にね、悩んでたりもすると思うんですが、そういう方にとってもいいのかなと思ったんですよね。そうですね。やっぱり今まで本当にいろんな人たちを見てきて、その中でもやっぱりちょっと気の小さい方とか、ちょっと自分にね、自信がない方とか、あと本当に自分に自己主張とかね、できない方とかもやっぱいらっしゃったんですけども、やっぱりね、その呼吸法をどんどん続けていくことによって、やっぱりもうね、皆さんこう、しっかりと目をね、見て話せるようになったりとか、あともう家から全然出れなくて困った人も出れるように、その出る回数がすごい増えて、どんどんもう、なんだろうな、そういうところにとらわれずに、やりたいことをどんどんやれるようになったとかね、そういう人たちもたくさんいます。まあね、やっぱ個人差があるので、そこまでいくには、まあ時間がね、たくさん、まあ早い人は早いですし、時間かかる人はかかるんですけども、でも確実に、なんだろう、いい方向に行ってるので、もうぜひね、そういう方もね、やってもらいたいですよね。なるほど。そうですか。まあ、勇気が出るって感じですかね。勇気、もちろんそうですね。まあ、勇気を司るそうチャクラっていうところがあるんですけど、まあ、そういうのも整えてきますので、勇気が出てね、堂々とできるような感じですね。そうです。わかりました。はい、続きます。次はですね、これもちょっと自分に当てはまったことは、まあ、若い頃のね、私にあったような部分なんですけど、自分の見た目とかね、やっぱり自分がどう思われてるかみたいな性格、自分の性格とか、やっぱり他人からどう見られてるのかとか、やっぱり気になるとかありますね。まあ、あとはそうですね、悩みとかっていうよりはどちらかといえば、まあ、願望的なものですよね。自分が変わりたいっていうこともあるし、変えたい。まあ、そのような、だから気になるが上に変わりたいとか変えたいとかってみんな思うと思うんですけど、まあ、それをね、思っている人たち
まあ多いと思います。まあ若い人が多いですかね。そうですね。このような方たちもいいかなと思います。そうですね。やはり気力をね、どんどん上げて、器もどんどん大きくしていくと、やっぱりその行動とか言動に自信がついてくるんですね。まあ自信がつくっていうのもありますし、あとそういう人ってやっぱ眼力というかね、目の輝きもちょっと変わってくるんですよ。なので、そういうちょっと変化をね、見た周りの人たちも、やっぱね、気づく方が多くなると思います。本当ね、なんかね、やっぱりオーラが変わるというか、そこはすごく面白いですよね、見てて。魅力的になっちゃうんですね。もちろんやっぱり、特にね、その、異性からもね、やっぱ変わっていくと思いますし、あと同性からもね、やっぱりすごく信頼とかにもつながってきますし、そこは本当面白いぐらいに皆さん変わるっていうのは見てきましたね。なるほど。まあそうですか。まあなるほどね。目も変わる。ほら、魅力的になってくるってことですね。そうですね。それはでも内面が変わるからですかね。内面が変わってきて。そうです。内面が変わるんで、あとね、そういう方って内面が変わると同時に、やっぱこう服装だとかね、ファッションとか、外のものも変わってきますよね。趣味とかもそうですし、なんか新しいことチャレンジしたいとか、そういうこともね、出てきますよね。なるほどですね。ということはまあ見た目とか、だから印象も変わっちゃいますね。印象も変わります。逆にこうどんどんおしゃれになっていくというか、おしゃれに気使っていく人もいて、そういう方は本当ね、綺麗になったりとか、かっこよくなったりとかしてきますよね。自分の好きな服装がね、着れるようになるとかも。まあ基本的にそうですよね。やっぱり自信がつけば変わりたく、いい風に見せたいですよね、人なんで。なるほどね。いいですね。はい。そしてじゃあまあちょっと続きますが、ここまではですね、まあ変わりたいとか、まあ良くなりたいとか、弱いところからまあ変化したいとかのことの内容だったんですが、特に別に悩み的なものがなくて、精神的にも肉体的にも問題ない方もいると思うんですよね。ただそういう方もね、この呼吸法とかってまあいいことだと思うんで、もしやってったら、すごいいいことになっていくんじゃないかなっていうようなことがちょっとイメージしたんですけど。そうですね。やはりまあ元からね、エネルギッシュな人、まあね、やっぱ呼吸をすればさらにその生命エネルギーを増殖させていくので、さらにまあ強くなっていきますよね。強くなるというか、印象がすごく強くなっていくので、あとなんだろうな、その気力とか器、気量ですね、と比例してさらに直感も磨かれていくので、人としての魅力はすごく出てくると思います。本当にね、一瞬でもこう、やっぱオーラが出るので、もう昔から見てる人は変わったなとか、さらに変わったなとか、なんか違う意味でエネルギッシュになったなとかね。直感力も出る。そうですね、直感力。そうですね。だからもういろんな意味で、そのビジネスもそうですし、何やるにしても、やっぱり直感ってすごく重要になってくるんですよね。先をちょっと読めるっていうのはやっぱ有利じゃないですか、人生的にも。それはやっぱりチャクラが関係あるってことですかね。そうですね、チャクラもやっぱ関係あります。なるほど。じゃあまあ、普通の人ももちろんいいってことですよね。そうです。もうぜひぜひ。さらにだから、パワーが十分と思ってる人でも、さらにパワーアップしちゃう。もうさらにパワーアップしちゃいますよね。そうすると違う世界が見える感じがしますね。そうですね。わかりました。あとですね、次もまだあるんですが、大丈夫です。これは確認というか、確認ですかね、疑問とか、質問的な内容なんですけども、まずこのやっぱり呼吸で高めていって自分の気を感じれるようになるってことですね。そうです。もちろん感じれますね。で、だから自分のエネルギー、自分の気を感じるようになるってことは、もしかしたらその他人の気なども見れるようになるっていうか、感じるっていうか、そうですね、特殊な
感覚になっていくのかなって気がしたんですよね。まあ、想像なんですけど。はい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 。そこはですね、うちのね、スタジオ延期でやるその呼吸法っていうのは、トンレンという技術があるんですね。よくチベット仏教ではトンレン瞑想っていう、いわゆる慈悲の瞑想っていうのがあるんですけども、それとはちょっと違っていて、うちのそのトンレンっていうのは、左からその気っていうのは左から出て右から入るっていう習性があるんですね。なので相手、自分がちょっと気になる人の気をですね、気を左手から出して、で相手の体に入れて、で相手の左手から僕の右手に入って、相手の気をキャッチするみたいな、そういうセンサーがあるんですね。そうですね。そのセンサーがいわゆるここの第4チャクラの、魂の座って言われているところなんですけども、ここで相手の情報を読み取って、どういう状態なのかっていうのを見ることができます。これはですね、女性の方が結構感受性が強いので、女性の方が感じやすいですね。なるほど。女性が勘がいいっていうのはちょっとでもそういうところでもありますよね。それも関係すると思います。そっか、やっぱりそうか、そうやって気をエネルギーを流したりとかして読み取ることもできる。そうですね。感じることもできます。それトンレンっていうのはうちの基本の技術なので、そういうことにすることによって、人の気がなんとなく分かってきたりもする。そうですね。そういうトレーニングがあるってことですね。そういうことですね。そうですね。だからそれなぜそうかなと思ったのは、呼吸をね、この高めていったら、皆さんだって人とやっぱり皆さん接しますよね。人と。あとは仕事でもプライベートでも人と必ず接すると思うんですよね。そうですね。で特に仕事柄多くの人と接する人とか、ね、やっぱりいろんな人と対応するんで、いろんなことがあると思うんですよね。悩みとか問題とか。だからその辺が少し人の気が分かったら何か役に立つのかなと思ってたことなんですよね。そうですね。本当にいいツールになるとは思いますね。そうですね。わかりました。では最後にあともう一ついいですかね。はい、大丈夫です。最近よく聞くんですが、いろんな体質の方がいることが知られてくるようになったと思うんですよね。いろんな、病名じゃないけども、症状があって、要はその人たちっていうのは感じやすいらしいんですよね。人の気とか人の感情までも繊細な感じすぎてしまったり、それがだから敏感すぎて生活に支障が出てきている方がいるらしいんですけども、そういう方にとってもいいのかなと思います。そうですね。そういう方ってやっぱね、気が上がってるので、どうしてもいろんな人たちのね、気が入り込んだりとかキャッチしちゃうんですよね。で、うちでは調息法といって気を調節する呼吸法があるので、その上がった気をぐっと下げていく。下げていくとやっぱり気がねバチバチになっている状態意識がねバチバチの状態でもしっかりと下げていくことによってもうリラックス効果、副交感神経がねすごい働いてきますので、ゆったりとねまったりとになって落ち着いていきますよね。これはねその人の状況というか、どれぐらいねなんていうんですかね、その態度っていうかその具合にもよるんですけども、時間はちょっとねかかる人もいればすぐとね体得してしっかりと落とせる人もいますよね。呼吸法、いろんな呼吸があるってことですね。それに合う呼吸法もあるということで。そうですか。敏感すぎる方というのはだから気がいっぱい逆にあるのかと思ってたんですが、そういうわけではない。いや別に敏感だから多いとか少ないとかではなくて、別に多い人でも敏感な人もね、いれば、弱い人でも敏感というかいるんですよね。それはちょっと一概には言えませんけども、トレーニングすれば必ず改善はしてきます。なるほどですね。
そうですね、最初はだから呼吸法というと、とにかくエネルギーを入れて、エネルギーを高めて強くしてっていうような感じだったけども、そうか、やっぱりコントロールできるってことは、こういう、そうですね、調整、コントロールできるってことができるってことですね。できますね。それもまた、それなりの呼吸法があるっていうことですね。そうです、そうです。なるほど。わかりました。とにかくいろんなやり方もあったりとか、いろんなノウハウとかがあるっていうことですね。そうですね。ということで、今日はここまでとなりますが、まだまだね、たくさんのことがあると思いますが、またいろいろ教えてください。そしてあとですね、実際にこの気を感じてみたり、その呼吸法というものをですね、体験してみたり、そういうような内容もこれからそうですね。どんどん実践していきますので、楽しみにしておいてください。楽しみにしてます。でですね、今日はありがとうございました。ありがとうございました。そして最後に岩田さん一言何かございますでしょうか。そうですね。今日はねちょっとね初回ということでちょっと言葉もねたどたどしかった部分もあるんですけども、皆さんにとって有益な情報をねどんどん配信していきますので、今後ともよろしくお願いいたします。それでは今日はこれで終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。